高ジャファルコンズの千秋です。安藤です。大学受験の時にさ、入学金って払った？あったな。払ったよ。入学金ってさ、めっちゃ悪質なビジネスじゃない？確かにな。言われてみれば。その時はそう思わんたかもしれんけどな。帰ってこやんからな、あれ。確かに。結構いい値段するしな。で、今回取り上げたいのが、ヤフーニュースで記事にあった、行かない大学にも入学金、二重払い約3割が経験、有志グループが制度変更要望っていう記事なんやけど、内容が入学しない大学にも入学金を支払う二重払いを経験した学生が約3割に上ることが、若者有志による入学金調査プロジェクトが行ったアンケート調査で分かったと。調査は入学金について問題意識を持つ20代の若者有志で結成したこの入学金調査プロジェクトが実施しとんだけど、2024年10月30日から11月2日にインターネット上で行われて、直近3年以内に大学を受験した男女1039人から回答を得たと。で、その結果によると、入学金の二重払いを経験したと答えたのは281人、27%。で、入学するかわからない段階で入学金を払う可能性のある入試方法を選択肢から外したと回答したのが141人で 13.6% だった。実際の大学の選ぶ決め手にもなった人はおるんや。で、その中に約9割の学生が二重払いを問題視しとるっていう内容があって、そうやろな。で、入学金の二重払いは、そもそも納入期限が第一志望の大学の合否発表より前に設定されていることで発生しとんのよ。はい。全国大学生活協同組合連合、生協やな。生協の2024年の調査によると、入学しない大学に支払う納付金は平均約25万円に上っとると。このアンケートを実施したこのプロジェクトが、この調査結果をもとに文部科学省や大学に対して合格発表を前倒しするなどして二重払いが発生しなくなる仕組み作りや二重払いそのものをなくすように要望する予定としている。はい。で、この入学金の平均金額っていうのが国立大学の場合は約28万円で、公立大学は約39万円。公立の方が10万ぐらい高いんや。そうやな。国立と比べたら意外やな。一緒やと思ってたけど。で、入学する学部によって違いはないんよな。国立と公立は。ただ、私立大学は文系の学部やと約23万で、理系で約25万。で、医療系とか歯科系の学部やと約107万円となっていると。もう桁違いやな。いや。でも逆に私立は入学金に関しては国公立より安いんや。そうやな。学部にもよるけど、文系理系やったら、医療系以外やったら安いんやな。ただ授業料が国立の場合は約53万円。公立も一緒ぐらいで、私立は文系で年間81万。で、理系で113万やから、授業料とか含めたら、結局私立の方が高いな、やっぱり。トータルで見たらやっぱイメージ的に私立の方が金かかるっていうのは間違いないんや。ただ入学金を払う生徒の数は絶対私立の方が多いから。確かに。っていうのも国公立の合否の前に私立の振込期日が早いんやんな、入学金の。そう。だから合格発表前に払わなあかんねんやけど、これ帰ってくりゃいいんやけどさ、帰ってこやんわけやん。帰ってこん。ただただ金を払って、で、得るものは特にないからさ。入学させてくれる枠を確保したっていう意味合いなんやろな。25万払って。そう、その権利を得たっていう、そのことについても、たびたび昔からこの入学金の返還に対しては訴訟が行われとって、2006年に最高裁で判決が出とんだやけど、授業料と入学金の払った分を返せっていう訴訟を大学側に起こしとったんやけど、最高裁の判決では授業料を返還しなければならないとしたんやけど、入学金はその支払いによって学生は入学し得る地位を得ているのだから入学しなくても大学は返還義務を負う理由はないとしたってことなんよ。負けたんや。それもどうかと思うけどな。だから入学金はあくまで入学する権利を保持するためのお金なん。そうなるんか。納得してできんけど。最高裁の解釈としては、入学を許可するときに徴収されることから入学手続きの事務手数料、または地位獲得のための契約金っていう解釈なんて。なんか釈然とね、事務手数料で30万とかかかってるっていうことだからな。めちゃくちゃやな。いい商売やな。いわゆるもう入学金ビジネスやんな、要は。そうやな。ほとんどの私立大学で、国公立大学の合格発表前に入学金の支払い期日を設けるっていうのは行われとって、例えば2025年度で言うと、東京大学の合格発表が3月10日なんやけど、早稲田大学の入学金の振込金は3月7日ってなっとんのよ。もう意図的やんな。そうやな、もう確信犯やろな。この悪質なビジネスで、だから私立大学は入学金ありきの予算組をしとるっていう風になっとるよな。さっき
早稲田とか法政の事業報告読んだんやけど、2024年度の早稲田入学金収入が31億円あるんよ。入学金だけで。そう。法政やと26億。まあこれは入学した人の入学金も含まれとると思うけど。でもそれにしてもやろ。もうそもそもまあ大学っていう高等教育がさ、義務教育ではないから、裕福な人が行くところみたいなさ、ことになっとるやん、今って。大学無償化とかも議論されとるけどさ。自己責任って言われたら、それまでやけど。まあ滑り止めとか受けるやん。どうせ滑り止めってまあ受けるやん、普通。受ける。義務教育でもないのに滑り止めとか受け取るっていうのがおかしいっていうか、まあ、受ける必要がないものっていう解釈なのかな。まあそうやけどさ、なかなかそんなメンタルの受験生は少ない。まあしかも受験するのにもお金かかるからな。個人的には、入学されやんっていうのはさ、要はその大学側が選ばれやんかったってことやん。魅力がなかったってことやん。そうやな。生徒から見て、受験生から見て。っていうことはもう大学に落ち度があるんやからさ。そう、入学金、その損失は大学側が負担すべきやと思うけどな。来るか来やんか分からん学生に対して入学の枠を残しといて結局来やんなら、授業料が取り半分損失になるっていうのは分かるんやけど、結局それって選ばれてない大学側にさ、落ち度があるんやから、その損失は。まあ確かにな、魅力があったら、来るから、入学するからな。国公立と私立を比較しても、国公立受かっても私立に行くっていう、そんくらい魅力があったら、全然文句言われる筋はないんやからな。だからそんな損失は大学側が負担すべきやと思うし、これがさ、就活とかやったらさ、まあないやん、そんな内定を確保するのにお金がかかる。ない。この構造が明らかにおかしいとは思うわ。確かに、当たり前と思っとるのが、もうおかしいんやんな、そもそも。ただでさえさ、滑り止め、例えば25万入学金払う他にもさ、出願するだけでもさ、受験料とかも含めたら、まあ結構数万するからさ、こんながまかり通っとる時点でおかしいと思うけどな。もうだって、もういい加減、こういう、なんか受験生とその家族、親にのさ、弱みにつけ込んだような悪質なビジネスはやめた方がいいと思うけどな。っていうかなんで国がこれをな、さっさと改善しようとせんのかも謎やしな。確かにな。で、さっきみたいなさ、結局プロジェクトとか立ち上がってこういう署名とかも集まってクラウドファンディングとかもしとるみたいなんやけど、仮にこれ入学料の免除か減額とかまかり通っても、絶対他のところで回収しようとするからな。受験料上げたり、授業料上げたり、そう、そっちでやろうとして、結局な、絶対に私立大学側がなんか損せんように何かしら方法をつかんで、そういう方向に持っていくと思うで。なんかあんまり話題に上がってなかったのは、なんなんやろうな。まあ、当事者が少なかったからなのかな。貧困層とかは大学に行かんから、確かに。そもそも関係ないわっていう感じなんか。俺の時も入学金私立に払ったけどさ、20万ぐらい払って、送られてきたのは広辞苑の半分ぐらいの厚さの入学のしおりみたいな冊子が一冊だけあったからな。20万の本が家に届いても。すぐ捨てるやん。いかんだし。いかんからな、そんな持っててもしょうがない。確かに。当時はさ、俺らも学生やったからさ、俺の家庭はお金の話はせんだけど、今思うと、俺が親の立場やったら、多分なんか口出すな。か、あまりにも学力が国公立は難しいって考えたらもう早い段階で私立洗顔に目指させるかもしれんな。まあそういうレベルやったらいいけどさ、まあ国公立もピンキリやし、そう。当落線上におる人が多いやろ、やっぱり。そうっていうのが一番損する。でもな、それで私立のさ、権利なくしてしまったら、まあ浪人するってことを考えたら、まあ払うしかないかってなるよな。弱みにつけ込まれとるな。マジで。まさにな。でも海外の状況とか見ると、韓国とかはもう廃止されとんだよな、こういう入学金の徴収が。もともとあったけど、廃止になったんや。そう。裏山。もう改正してな。そうなんや。まあ韓国もすごい教育熱心やからな。まあ韓国の方が進学率は高いからやろうな。さっきもあったけど、入学金を払うのが躊躇するからって、大学の選択肢を受験生が狭めていくのはやっぱおかしいよな。そこに気遣いたくないよな。確かにな。アホらしいよな、マジで。大体教育を促進することは国力のさ、増強に直結するんやから、こんなせこいビジネスさせるなよな。授業料の話にはなってしまうんやけどさ、国公立は私学との差が開くからっていう理由で授業料を上げたらしいんよね。はい。なんでそれが私学を下げる方向じゃなくて、わざわざ国公立を上げるっていう選択肢になるのかがわからん。私立との差が開くからっていう理由やったら、絶対に国民のことを考えたら私学を下げるべき。これがもう私立がさ、
まあ、特にさっきの話だったら医学部とか歯学部でもう100万入学金で。うん。そんなマジで一般のさ、家庭じゃ無理よ。滑り止めで100万先払いは。いやしかも、これ、いかんなら消えるだけやろ。100万捨てるだけやもんな。もう意味わからんな。いや、マジ上級も上級やね。私立の医学部は、この入学金107万に加えて、授業料が約288万で、施設設備費っていうのが93万かかるから、なんやねん、施設設備費。合計で489万なの、入学する年にかかる費用が。あ、授業料もそれ1年でか。1年で500万飛んでくるの。えぐいな。マジで世界違うな。でも私立医学部に入ってくる生徒はさ、大学側からしたらほんま乗客というか、太客やんな。いや、客も太客よ。てか、医学部とか行くような生徒、受験生で、私立行くのは本当に金持ちだけやろうな。やろうな。マジで親の財力がないと入れん。マジなんでも、親ガチャっていう言葉はあんま使いたくないけど、こういうとこでやっぱどうしても出てくるからな。俺がさ、大学行っとった時、地方やったんやけどさ、私立大学に医学部があって、一回大学の友達とキャバクラかガールズバーカー行った時に、その店に結構、その次第の医学部の生徒来るって言っとって、もうそいつらはもう金の使い方がやばいって言っとったな。大学生のくせにさ、キャバクラでボトル入れるとか、やばいな。タワー組むとか言っとったな。もう住んどる世界が違うんや。入学金だけじゃなくってさ、もう高校生の時ってさ、受験生の時って受験でさ、受験するたびにお金かかるやん。かかる。出願1個に対して3万とかかかってくるやん。かかる。だから俺も受験料気使ってさ、まあ親が出してくれるわけないけど、そこ気使ってあんまり出願できやんだもんな。ほんと最低限やったな。私立も一つの学校で学部違ったらそれだけでも別々で金かかるからな。余裕あるやつは同じ大学でも 5個も6個も受けんねん。受験の形式とかもな、変えてセンター利用とかさ、全額とか個別とかでだから選択肢がそれだけで広まんねん。だからその何個もさ、出願する同級生がおると、そこでめっちゃ貧富の差感じたな。金に糸目つけやんからさ、バンバン出していくからさ。何をやりたいかとかじゃなくて、もうとりあえずその大学に入りたいだけなら、人文とか経済とか教育とかもう脈絡なくもう全部とりあえず受けて、どれが引っかかればいいやっていう選択肢ができるから。受験料だけでだから何十万とかさ、かけ取る同級生とかもおったな。おったな。普通の公立の高校やけどな。だから大学受験っていうのはやっぱりそこで。経済力でな、差つくよな。俺らはさ、多分結構中流からもしくは下流の家系やん。そうやな。家庭や、そうで、決して裕福とは言えやんだからさ。まあ最低限のな、暮らしはできただけど。ほんと必要最低限やんな。2、3個しか受けてないんちゃうかな、私立。そこにも入学金もな、追いかぶさってくるから。でさ、そのネットとか見とったらさ、一定数その入学金の払い忘れっていう話もあってさ、その入学金を1日でも振り込み期日間に合わんだら、入学自体が取り消しっていうレベルらしいんよね。融通きかんのや、そこ。融通きかん、そのくせに。入学金の制度がある自体でさ、人生積むやつもおんねん。本当に。だからもう入学金っていう制度自体が撤廃すべきなんよね。そうやな。まあ、それかもうせめて国立の合格発表終わってからやんな。そう。国立の合格発表後にしろ。てか、そんな急いで別に振り込みってか入金させる必要がないやんな。ない。なんなら。何のためにっていうか、儲けるため以外にさ、ないやんな。儲ける、早めに。はい、振り込ませるの。私立もまあ、ビジネスって言ってしまえばそれまでやけどさ。まあ、それにしてもやり方がちょっとないな。悪質やな。悪質。あんまりさ、話題に上がらんからさ、こういう入学金の話って。確かにな。ちょっとでもな、受験生の子供を持つ親がもし、このラジオ聞いとったらな、広めてほしいし。共感。いや、絶対これは共感できる話やからな。こういうところからな、ちょっとでもな、声を広げていきたいよね。確かにな。認知がな、これで少しでも広がったら。俺らは子供もおらんねえけどな、結婚してなければ。確かに、これから。逆に子供を持ってない俺らでもこの熱量があって喋れるんやから、リアルタイムで直面しとる人らはもっと思っとると思うよ。アホらしいって。ほんま、おかしいよな。なんか理不尽な出費っていうか引っかかる費用で上位に入ると思うわ。我々はめったにな、国の批判とかせん立場やけど、これに関しては、ちょっと異を唱えていきたいな。そうだな。ちょっと前までさ、賃貸で払うさ、更新料が俺一番理不尽な出費やと思っとったけど、超えた。大学の入学金が一番意味不明かもしれんわ。金額とか考えたら。
確かにな。だから共感してくれた人はぜひこのラジオをいろんな人に共有してほしいと思います。そんな感じで今回は、大学受験の入学金ビジネスが悪質じゃないかっていう話をしていました。ありがとうございます。はい。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。